はい、こんにちは。今回は東南アジアで失敗しない安いホテルの選び方についてご紹介したいと思います。で、いろんな方が結構 YouTube とかで安いホテルの探し方をご紹介してると思うんですけど、今回は私が今までやってきたホテルの探し方の中でこれが一番多分効率がいいだろうなっていう方法をお伝えしたいと思います。で、早速なんですけど、まずこれはね、5つの手順をご紹介したいと思うんですけど、1つ目がまず Google マップで泊まりたいエリアを決めるっていうことになります。で、Google マップで行きたい場所とかね、観光スポットをピンをつけてる方って結構いると思うんですけど、このピンをつけていくと、だいたいこの辺りのエリアにたくさん行きたいところがあるなとか、この辺に泊まったら便利そうだなっていうのがなんとなくこう見えてくると思うんですよ。それがすごく大事で、この Google マップをまず最初にね、私は使っています。で、ここからなんですけど、だいたい安いホテルを選ぶ場合、このまま Google マップでホテルの検索をするっていう方が多いと思うんですけど、私はその方法は使っていません。で、今回はちょっとバリ島を例に挙げるんですけど、例えばね、私はこんだけピンをね信じられないぐらいピンがあるんですけど、今回はちょっとこのサヌールのこの辺りのエリアにちょっと泊まりたいなっていうことを決めたとするじゃないですか。そしたらまず私は次ね、トリップドットコムのアプリを開きます。で、トリップドットコムのこの宿ホテルっていうところがあるので、そこをタップしてもらいたいんですけど、ここでバリ島って今出てるんですけど、バリ島でもいいんですけど、例えばサヌールっていうこのエリアがもう分かっているので、サヌールって検索して自分が泊まりたい日程、あと人数をね、ここに入れます。で、検索を押すんですけど、そしたらね、こんな感じでホテルがおすすめ順で今出てきています。そしたらここの地図っていうところがあるんですけど、ここの地図を押してもらうと、地図で場所がね、選べるようになるんですね。こういうふうに1泊あたりの金額が出ていて、こんな感じで場所を選べます。値段から場所を選べるんですけど、ここで大切なのがこの絞り込み機能っていうところなんですけど、この絞り込みを押してもらって、ここの予算のところをね、もうまず自分の予算に合わせてしまいます。そうすることで予算以上のところを出さないように検索でできるんですね。例えばじゃあ1泊5,000円までしか出したくない、今回は出したくないということだったら5,000円でここを上限をしてしまえば、5,000円以上の宿がもう検索結果に出てこないようになります。で、その後にもう一つ大事なのが、一番大事なのがね、ここのお客様の評価っていうところがあって、これはこのとても良いの8以上にしておいた方がいいと思います。で、これ7以上でもいいはいいんですけど、7だと私の今までの経験上はなんかちょっとこのホテル嫌だったなみたいなところが結構多いので、私は8以上にしています。できれば9の方がもっといいんですけど、検索結果がかなり絞られすぎてしまうなっても思うので、8.5 とかね、8.6 ぐらいだったら私は泊まるかなっていう感じなんですね。なのでここのお客様の評価もチェックをして結果を表示っていうのを押します。そしたらさっきより検索結果が少なくなったんですよね。で、その中でじゃあここだったらここは2,000円だなとか、ここは3,200円だなとかね、そういう風な感じで自分が泊まりたいところっていうのをこの中からピックアップしていくっていう感じになるんですよ。で、ここだったら1泊3,200円で口コミの評価が8なんですよね。で、ここの下のこの2,880円のところを見ると 8.4 なんですよ、口コミが。なのでここをじゃあちょっと見てみようと思うんですけど、アナンダスサヌールっていうところね。で、ここで見るべきポイントっていうのが、もちろんね、写真も見ておく必要はあるんですよ。この写真だと全然なんか泊まれそうだなって感じだと思うんですよね。このシャワーのところとかも見てもらって、でその後にもっと見てほしいのがここの口コミっていうところなんですけど、ここに33件の口コミっていうのがあります。で、この33件の口コミを開いてもらうと、ここに今まで泊まった人のね、口コミ評価が出るんですけど、この並べ替えで評価の低い順に並べ替えます。そしたら悪い評価っていうのが見れるんですよね。で、ここにこういうね、変な写真、これはちょっとやばい、虫が出てる写真が出てきてしまう。虫かなこれ。
なんかね結構変な写真とかも出てきたりとかするんですけど、なんで悪い評価がついているかっていう理由を探すんですよ。でこの口コミの中で悪い評価が出ているところで妥協したくないポイントっていうのを自分で選んでもらうんですけど、例えば妥協したくないポイントで言うと、すごくベッドが汚かったとか、トイレの排水が良くなかったとかね、そういうのを自分でまず妥協したくないポイントっていうのを選びます。で中にはドライヤーがなかったとかケトルがなかったとか、自分の中で妥協してもいいなっていうポイントで評価が悪くなってる場合もあるんですよ。なのでそういうところをチェックします。私だったら例えば Wi-Fi が弱すぎたとか Wi-Fi が使えなかったっていうところは避けるようにしてるんですけど、そういうふうになんで悪い評価を得ているのかっていうのを見るっていうのがすごく大事になります。一応高い方の評価もね並べ替えで評価の高い順にして、高い方の評価も見ておいた方がいいんですけど、この高い評価の中にもメインストリートからもう少し遠ければ完璧だったってここ書かれているんですけど、この理由が夜はバイクとか車の音がかなり大きくて眠れませんでしたって書かれてるんですよね。これは 8.0 の結構いい評価ではあるんですけど、内容があんまり良くないことが書かれていて、でこれをいいと取るか悪いと取るかはその人次第だと思うんですけど、メインストリートからもう少し遠ければ完璧だったってこの人は言ってるんですけど、あんまり離れすぎたら立地的に便利じゃなくなるっていうことも考えられるので、夜の騒音が嫌な方は離れた方がいいけど、便利な立地で求めるんだったらここはちょっと外した方がいいかなっていうことも感じます。あとはね、自転車なら大丈夫だけどそうでないとちょっと遠いとか、ここはねやっぱりちょっと場所的に不便だなっていうことがこのレビューの中からわかるんですよね。で今回じゃあ例えばここにじゃあレビューも良かったとしてここに泊まるっていうことを決めたとしますね。そしたら今度やるべきことが Google マップの写真とレビューを見ます。これちょっとねめんどくさく感じるかもしれないんですけど、一旦トリップドットコムで泊まりたい場所を見つけたら今度はもう一回 Google マップでチェックをします。なんでかっていうとトリップドットコムに掲載されてる写真っていうのはホテルのオープン当初の写真だったりとかするんですよね。で Google マップは結構最近泊まった人が写真を載せていたりとかするので、一番最新のホテルの中の状態っていうのが写真が分かりやすいんですよね。なのでこのアナンダズ・サヌールっていうところね、ここホテル名コピーできるようになってるので長押ししてホテル名をコピーします。で今ねこれコピーして見てみたら違う名前のホテルが出てきちゃったので、その場合はちょっと自分で入力をしないといけないんですけど、このアナンダス・イン・サヌールっていうトリップドットコムと Google マップでホテル名が違う場合がたまにあって、今回もそれだったんですけど、このアナンダス・イン・サヌールっていうところになります。今回私が見たところが。でここの口コミのところを見てもらって新しい順っていうところでね並べ替えるんですよ。そしたらね一番最新のところで2週間前の写真が出てきます。でこれは部屋の写真がないのでねちょっとあんまり良くないんですけど、でここがね新しいやつで見ると5ヶ月前に星が2つで悪い評価がついています。で理由を見てみると、早起き派でない限りここに泊まるのはやめましょう。薄いリネンのシースルーカーテンのせいで朝6時には日光で目が覚めてしまいます。でこれを悪い口コミで書かれてるんですけど、朝早起きしてすごい朝早くから行動する人だったら全然問題ないところなんですよね。ただその夜中になんか光で起きてしまったりとかっていうこともあるかもしれないので、それを妥協できるかどうかっていうところで選んだらいいと思います。で他の人は、小さな家族向けの旅館って書いてあったりとか、サヌールビーチからわずか10分ですっていうことも書かれています。でこれホテルのね部屋の写真がちょっとだけ見れるんですけど、これを見てこのぐらいのホテルの感じだったらいいなとか、でこのちょっとシャワーのところ暗そうだなとか、そういうのがねちょっとわかるんですよね。それで自分が納得できるホテルかどうかっていうのをこの口コミで見てください。そしたら今度はねここの Google マップのこのアナンダズ・イン・サヌールっていうところの場所の名前をもう一回コピーします。そしたら何をするかというと、今度私はアゴダで同じホテルをチェックします。でこれは何かっていうとトリップドットコムとアゴダのどっちが安いかっていうのを比較するために見るんですけど、逆に言ったら私はトリップドットコムとアゴダしかもう見ません。これは東南アジアに
限っての話にはなってくるんですけど、ホテルアナンダインっていうね、これはネパールって書いてあるね。違うね。ここもね、なんかちょっと違うホテルが出てくる。これだね。アナンダズ・サヌール。これになります。で、同じ日付と、人数で検索をし直します。そしたらここにね出てくるんですよね。これ見てみると1泊の値段が3571円になってます。で、さっき見たトリップドットコムは1泊2800円だったんですよ。2880円。でもアゴダの方だと1泊3500円とかになっていて、でこの全プランを表示っていうところを押すんですけど、そしたら同じ部屋のこれねダブルルーム、これダブルルームになってるんですけど、このトリップドットコム見てみると、これね1泊の値段ここ2880円なんですけど、6泊だと17,280円って書いてあります。でこれこっちでチェックするとアゴダだと17,430円っていうのがありました。200円ぐらいトリップドットコムが安いっていう結果になったので、この場合だったらじゃあ私はトリップドットコムで予約しようかなっていうことを決めるわけなんですよ。そしたらですね、ここでこのまま予約に進むんではなくって、以前安い航空券の探し方のとこでもお伝えしたんですけど、私はハピタスっていうポイントサイトを経由します。はい、そしたらこのトリップドットコムはハピタスを経由すると 6% のポイントがね入ってくるんですよ。なのでここでハピタスから経由してトリップドットコムに戻るっていうことをやります。で同じ日程でまた検索をします。で同じ2880円の結果がここに出てくるんですけど、ここでこうやって予約をすると 6% ハピタスにポイントが入ってくるのでさらにお得になるんですよね。でこういう風にして私はいつも予約をしています。はい、はい、これが私が東南アジアで失敗しない安いホテルの選び方なんですけど、私が Google マップからホテルを検索しない理由っていうのがいくつかあるんですけど、まず一つが東南アジアの予約だったら結局トリップドットコムかアゴダが安いっていうことがほとんどなんですよね。なのでこのサイト以外を見る必要が私はないと思っているので、それがちょっと時間がもったいない。他のね3箇所とか4箇所とかの予約サイトを比較するっていう時間がもったいないなって思うのと、いろんなサイトを使うよりも結局一つに絞って同じ予約サイトを利用することでそこのポイントがついたり、トリップドットコムだったらトリップドットコムのポイントもたまるし、トリップドットコムにはランク制度っていうのがあって、で私は今ねトリップドットコムのランクがダイヤモンド会員っていうのになっているんですけど、このダイヤモンド会員になっていると何があるかっていうと、ラウンジがね飛行機を予約した時にラウンジが年に1回無料で使えたりとか、ポイントが貯まったらそれを航空券とかホテルの予約の時に使えたりとか、そういう風にポイントがどんどん貯まっていくんですね。なので同じサイトで予約した方がいいんですよ。ポイントとかの面でも、ポイントとかランクの面とかでも。なので私はもう大体トリップドットコムかアゴダを使うっていうことを決めています。でアゴダの方もランクがあって、私はアゴダはなんか VIP プラチナ会員みたいなのになっているんですけど、それになっていけばいくほどホテルの割引があったりとかもするんですよね。なのでいろんなサイトで安いからって言っていろんなサイトで予約するよりも、私はこの2つトリップドットコムとアゴダに絞って予約をすることでどんどんランクが上がっているっていう状態に今なっています。はい、でそういうふうにアゴダだったら特に予約した後にキャッシュバックっていうのがあって、申請するとお金が戻ってきたりとかもするんですよね。なのでそういうふうにうまく同じサイトを使っていく方が、安いサイト、最安値のサイトをいろんなところを使うよりもお得になるっていうことが多いので、ぜひこういうふうに予約をしてみていただけたらと思います。はい。ということで今回の動画は以上になります。最後まで見ていただいてありがとうございます。